にちはなのだ。こんにちはですわ。今回はアップデート 1.20 でボンズショップに追加された車両を見ていくのだ。 113B 用ロレーヌ40トン T23E3 の3両ね。 113B 用はオークション限定だった車両で、谷両は普通のプレミアム戦車なのだ。まあ限定といってもコレクション車両のコンパチだし、谷両はかなり前からある車両だからざっくりと解説していこうと思うのだ。まずは 113B 用、もともと中国 HT3 にてコレクション車両になった113の特別明細仕様なのだ。元の113と違って一応報酬戦車枠になってるから、乗員の乗せ替えペナルティがないほか経験値優遇もあるのだ。元の113をあんまり見かけないんだけど、この車両って強いの？カテゴリーとしては快速 HT で、最高速度は予選回収も入れると54キロで、重比も 17.62 と高めなのだ。ちょっと遅めの MT ぐらいの機動力があるのね。気砲は単発440ダメージの 122mm 砲で、ティア10 HT の中でも高水準の DPM とペネ 340mm の交換2ヒートが使えるのだ。精度もいいし、なかなか優秀な方ね。唯一の不満点としては、最大負荷は7度なんだけど、正面を向かえてると負荷が5度に制限されてしまうのだ。マップによっては結構厳しいわね。走行も見ていくと、砲塔はよくあるお椀型砲塔で、車体は上下傾斜のみのシンプルな形状なのだ。 T54 を大きくしたような感じね。側面は90、120mm で、部分的に空間走行もあって、豚反するとなかなか硬いのだ。車体正面は 120mm しかなくて、平地だと通常弾でも抜かれるんだけど、負荷を最大限取ると傾斜が増してかなり硬くなるのだ。すごい硬いわけではないけど、適宜防御姿勢を取れば十分弾ける感じね。ちょっと癖はあるんだけど、気砲と機動力が優秀で、走行も HT の基本を抑えれば十分弾ける両戦車なのだ。この車両は交換した方がいいの？113に乗りたいだけならクレジットで買った方がいいし、乗員育成のためだけに1万5000ボンズ払うのはおすすめしないのだ。コンパチ車両で1万5000ボンズはちょっとね。じゃあ次はロレーヌ40トン。ティア8のフランスのオートローダー MT ね。そうなのだ。単発300ダメージの 100mm 砲を4連射できるオートローダー砲なのだ。装填間隔が 2.5 秒で、1200ダメージを 7.5 秒で出せる瞬間火力の高さが売りなのだ。あと通常弾のペネ 232mm の AP で、クレ稼ぎ性能も優秀なのだ。ただ照準速度、精度、拡散が悪くて取り回しはあんまり良くないのだ。長い装填時間で DPM も最低クラスね。走行はフランス MT らしくペラペラなんだけど、その分機動力は優秀なのだ。最高速度もで重比も十分ね。ただ車体がでかいせいで隠蔽はかなり悪いのだ。走行と隠蔽どっちもないのは厳しいわね。隠蔽が悪いのを除けば、快速で火力も十分なクレ稼ぎ MT って感じなんだけど、今だとほぼ完全上位互換のブーラスクってやつがいるから、そっち持ってるならわざわざ交換する必要はないかなって感じなのだ。身も蓋もないわね。マーティア8プレシャで稼げる車両を持ってないなら交換してもいいかなって感じなのだ。最後はティア 7MT の T23E3。一言で言うと劣化 T20 って感じの戦車なのだ。またまた身も蓋もない。特に手法が低貫通の 76mm 砲で、近弾でもペネ 190mm しかないのだ。ティア7で単発115は厳しいわね。あと T20 と比べても出重比が低い上に隠蔽も悪いのだ。神走行、低機動力、低隠蔽、低単発っていう度を見ても苦行戦車なのだ。低単発で低貫通だからクレ稼ぎにも向かないし、これ買うならえず2シールドでも買った方がまだマシなのだ。まあさすがにこれに6000ボンズ出す気にはならないわね。というわけでボンズショップに追加された車両だったのだ。片落ち車両のバーゲンセールって感じね。まあボンズショップらしいラインナップなんだけど、ロレーヌはまだ乗れなくもないかなって感じなのだ。じゃあ短いけど今回の動画はこの辺りで、ご視聴ありがとうございましたなのだ。よければチャンネル登録お願いします。